乗り継ぎが30分ほどしかないので正直焦ってますが、とりあえずダッシュします。おはようございます。カズです。今日はシンガポールのチャンギからのスタートです。これからシンガポール航空のビジネスクラスに乗ってロサンゼルスに向かいます。で、乗る機材の方がエアバス350の ULR 特別な機体です。プレミアムエコノミーとビジネスクラスがない設定となっています。さすがに国際線乗り継ぎ時間が1時間ということで焦りましたが、無事間に合いました。ゲートに到着するとボーディングエリアで待つ人で溢れ返っていました。ということで今回は残念ながらチャンギ空港にあるシンガポール航空のラウンジを使うことができませんでした。今回乗る機材は世界最長路線シンガポールニューアーク路線で使われているものと同じエアバス 350-900ULR です。ULR はウルトラロングレンジの略でシンガポールとアメリカを結ぶ直行便で使われています。ビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスのみの設定でエコノミークラスがありません。機内に入るとものすごく豪華なシートが待っていてくれました。ビジネスクラスは121の座席配置で合計67席。ビジネスクラスキャビンはギャレーを境に前方と後方の2つに区切られています。今回の座席は窓側の 15A。シンガポール航空エアバス350のビジネスクラスシートを手掛けたのは日系のシート会社ジャムコです。ウェルカムドリンクはシンガポールスリングというカクテルをいただきました。ドリンクホルダーが窓側についています。ドリンクホルダーの上に収納スペースがあり、ちょうどヘッドフォンが入る大きさです。もちろんシンガポール航空といえばミラーです。実際私はこのミラー使わないけど皆さん使いますか？脱いだ靴をしまっておける場所があるのがとてもありがたいです。簡単なアメニティが準備されてありました。アイマスク、靴下、スリッパです。他のアメニティはトイレにあるので動画の後半で紹介します。トレーテーブルはファーストクラス並みに大きくしっかりしたものでした。ところがトレーテーブルはあまり前後に移動できないデザインのため、食事中に立ち上がる場合は注意が必要です。トレーとシートのできる隙間は50センチほどです。ヘッドフォンはサイドポケットに収納されてあります。シンガポール航空が提供するヘッドフォンは質の高くていいものを使っています。窓側には読書灯と電源ポート、その隣に一応収納スペースがありますが、あまり大きいものは入りません。本や雑誌などを入れておくにはちょうどいい大きさかもしれません。このシートはボタン一つではシートをベッドにすることができないタイプなので、シートコントロールの種類が限られています。反対側にも読書灯があります。これはボーイング 787-10 と同じタイプです。このフライトの前に乗ったボーイング 787-10 のシンガポール航空ビジネスクラスの動画をまだ見ていない方はぜひご覧ください。シンガポール航空ビジネスクラスでは日系エアライン並みにおしぼりが提供されます。Tighten it by pulling on the strap. Welcome aboard Singapore Airlines. Crew, please select all doors to arm and cross-check. 今回乗る機材エアバス 350ULR ですが、合計3つの路線で使われています。世界最長路線のニューアーク、今回のロサンゼルス、そしてサンフランシスコです。ビジネスクラスは121の座席配置で合計67席。プレミアムエコノミーは242の座席配置で合計94席。座席数が合計が161席となっています。機内の半分以上のスペースがビジネスクラスということで何とも贅沢です。座席数を多くするとその分重量が重くなってしまうため燃費が悪くなるからです。長距離線を飛ぶのに燃費が悪いと採算が合わないためエコノミークラスは排除して他のエアバス350よりもビジネスクラスの座席数を多くして重量をできるだけ減らしています。ちなみにミディアムホールのエアバス350だとビジネスクラスが40席、エコノミークラスが260席と合計300席の設定です。座席数だけで比較するとエアバス 350ULR の
約2倍となっています。シンガポール航空ビジネスクラスエアバス 350ULR の中に来ました。ご覧の通りだいぶ余裕があります。そして花もある。このフライトは16時間のフライトなので、機内でリラックスできるようにパジャマに着替えてみました。このパジャマはシンガポール航空のファーストクラスに乗った時にもらったパジャマです。クルーの方は気づくのかどうなんでしょう。今回のフライトは約16時間ということで、どんな機内食が提供されているのか気になります。最初のページに食事のスケジュールが記されてあります。基本的に離陸後すぐと到着2時間前以外であればいつでも食べれるシステムのようです。ワインリストもたくさんワインがあって充実しています。さすがシンガポール航空。最初の一杯はやはりシャンパンで、皆さんは機内で一番最初に飲むドリンクにこだわりありますか？時間もあるので映画を見てみようと思っていろいろ操作してみてびっくりです。なんと目の前にあるモニターはタッチスクリーンじゃないのです。すべてリモコンで操作しないといけません。離陸後すぐに朝食が提供され、着陸3時間ぐらい前にディナーです。どちらも出発24時間前までオンラインで事前予約のブックザクックが利用可能。種類も豊富で洋食、和食、中華、シンガポール、マレーシア、タイ、インド料理と美味しそうなのがたくさんあり、逆に選ぶのが難しくなってしまうぐらいです。ブックザクックでマレーシア料理のナシレマックを事前予約しました。ナッツのカリカリ感と卵のふわふわ、そしてココナッツライスの風味とエビのプリプリ感がたまらない絶妙の料理です。シンガポール航空のシートはベッドにするとき、シート自体を前に倒して、その倒した面がベッドとなるタイプです。マットレス、枕、ブランケットはシートを倒すと出てきます。ほら、立派なベッドが完成です。早速ベッドを使ってみましょう。まず映画を見るためにまっすぐ向くと、足が完全に伸ばせません。なので、ちょっとこのくぼみに足を入れるとちょうどいい感じです。横になる場合は足を斜めにする必要があります。マットレスとオットマンの間には段差ができてしまい、指の関節1本から1本半分ぐらいできてしまいます。足元スペースめっちゃくちゃ狭いです。シート自体は正面向きですが、寝るときは斜めに寝ないと横になれないデザインとなっています。実際横になってみると体は斜めを向いた状態ですが、横になりながら映画を見る場合はモニターがある方向へ首を傾けないといけません。そのためこのシートで横になりながら映画を見てリラックスすると首が痛くなってしまいます。シート自体は正面を向いているので、リバースヘリングボーンシートよりも多少プライベート感が劣ります。機内 Wi-Fi も使えて、メール、Twitter などは問題なく利用できました。さすがに YouTube は無理でした。ビジネスクラスは 100MB まで無料で利用が可能。トレイテーブルがあまり前後に動かないので、ベッドでパソコン作業をする場合は、パソコンをテーブルのギリギリに置かないと手が届きません。今回のフライトは今まで乗った中で最長フライトだったので、たくさん時間がありました。ちょうど飲み物が欲しかったので、コールボタンを押して何秒後にクルーが来てくれるかちょっと試してみました。スマホのストップウォッチ機能を使っていったつもりなんですが、ちゃんと表示されてませんでした。ち
ちなみにこの実験をした時はキャビンが真っ暗になってクルーが歩き回ってない時間帯で、他の搭乗客は休んでいる状態でした。さすがにすぐには来てくれないだろうと思っていましたが、なんとボタンを押して約25秒後に来てくれました。シンガポール航空すごいです。後方にあるビジネスクラスキャビンは11列で、前方にあるビジネスクラスキャビンよりも広い設定です。私が座った前方キャビンは合計6列のみ。シンガポール航空といえばサテというぐらい有名なマレーシア料理の前菜から2回目の食事が始まりました。こちらもブックザクックでは人気メニューの一つ、子羊のステーキをいただきました。柔らかくジューシー。ミシュランスター2つ星レストランをイタリアで経営するカルロ・クラッコさん監修の料理です。かなりおすすめです。まだまだ出てきます。シンガポール航空ビジネスクラスの機内食。チーズとデザートのムース。お腹いっぱいだったのにあっという間になくなってしまいました。シートについてちょっと皆さんと私が気になった点をいくつかシェアしたいと思います。まず座った時にまっすぐ足が伸ばせないほどちょっと奥行きがないというかピッチが足りないです。で次に斜めに横になりながらモニターを見ると首を傾けないといけないので首が疲れます。で、マットレスですね。このシートをパターンと前に倒すタイプなんですけれども、この倒したところに一応マットレスがついているんですが、そのマットレスが硬いです。で、硬めが好きな人は問題ないと思いますが、若干柔らかめが好きな人にとっては長時間寝るのちょっと腰が痛くなるんじゃないかなと思います。実はまだありまして、でモニターですね、座って手が届く位置にモニターがあるにもかかわらず、実はタッチスクリーンではないっていう点ですね。これ非常に不便で、なんでなんだろうかなと思いますね。2019年、2020年なのに、なんでタッチスクリーンのモニターを使わなかったのか、そしてなんでシンガポール航空そんなことをしてしまったのか、非常に謎です。約16時間の長距離フライトですが、とても快適に過ごせました。シートはいろいろ癖があるシートでしたが、クルーは相変わらず最高のサービスを提供してくれました。早朝の LAX までのアプローチの景色がとても綺麗です。それではまた次のフライトでお会いしましょう。